皆さんこんにちは、ときまるです。今日は報告があって動画を回しています。私5月にですね、会社を立ち上げました。その名も株式会社ときまる田中っていう、だいぶふざけた名前なんですけど、設立しまして、で、代表取締役に就任しました。はい、そのご報告です。で、一応ね、ツイッターとかインスタグラムでちょっと報告したんですけど、いや、嬉しかったですね。僕はこれまで一緒に働いてきたメンバーだったりとか、これまで旧知の方々がですね、応援のメッセージをくれて、頑張れよみたいな感じでくださった方もいて、本当にありがとうございます。まず最初に疑問に思うのが、ミニマリストなのに会社作るのかってね、そう思ってる人多いんじゃないかなと思います。で、重荷ですよね。いろんな手続きとかあって、で、しかも、僕自身がその会社というものをね、これまで嫌ってきたというか、そういう組織的なところが嫌なのに会社を作るのかっていう、そのミニマリズムと会社の所有というね、パラドックス、大きなパラドックスがあるわけですけど、そういうのを含めて僕は今回作った理由を5つぐらいにね、簡単にまとめて話したいと思います。で、いつもこのチャンネルではそのミニマリズムのことだったりとか、あと最近はそのソロプレーナーとかね、一人で自律的に生きる方法とか、そういうことを発信してるんですけど、あと習慣のこととかね、いろんな話をしてるんですけど、基本的にふざけているんですけど、会社を作るってことも自分にとっては、ちょっとふざけた、アプローチの一つではあるんですよね。実験的というか、で、僕その宮崎時代にですね、学生の頃だったんですけど、師匠というか、飲食ビジネスだったりとか、もうあと生き方とかね、生き様みたいなものを教えてくださった、師匠的な人がいるんですけど、で、その方がですね、もう30ならないくらいで起業して、もうバリバリやってたんですよね。だからそういうのを見ていて、もう20代の頃から、10代の終わりぐらいからお世話になってですね、で、見てきたので、僕自身も30くらいで、そういうふうに独立して自分で会社持つんだろうなって感じでやってたんですけど、なかなかね、それが遅れてしまって、で、だいぶビハインドなんですけど、40の年になって今回作ることができたって感じです。で、その作った理由としては、一つ目は法人格を作るっていうことですね。で、これ個人と法人っていうところで、だいたい僕ときまる田中で活動してますけど、法人を作るってことはもう一つ自分に加えて人格を作るみたいな感じがあります。なのでつまり自分の分身を作るみたいな感じですね。で、なかなか人間ってスピリチュアル的に分身することはできるかもしれないですけど、なかなかその二つのね、力を分散してやっていくって現実的に難しいじゃないですか。でもそれを個人と法人を作ることによって人格を二つに分けて、つまり二馬力でしかもその会社の方は馬力をね、もっとレバレッジかけてやれるってところで、そういう意図があります。で、会社を作るっていうことは、まずその社会的な信用が一気に上がりますし、で、やっぱり大きな仕事も受けれるようになります。基本的にもう、個人から会社になると、桁がね、もう2桁とか3桁とか変わってくるので、そのような規模の大きな自分のね、新しい仕事とか、新しいクライアントの仕事をそこで行うことができると。で、もう一つはやっぱり社会への貢献ですね。で、これは何かそのビジネスとかプロダクトを作ることによって、誰かにサービスとか、そういうものを提供することによって価値を提供していく。で、つまりそれは社会に対してもっと個人よりも大きなね、働きかけをしていくっていうことです。で、かつそれで法人税を納税することになるので、基本的にその納税の面でも税金として貢献するっていうね、そういうところもあります。で、二つ目の理由はソロプレーナーとしての実験ですね。AI 時代における一人会社の優位性みたいなことを考えていて、で、基本的に会社というとですね、皆さん多分こんなことをイメージすると思うんですけど、これ僕だけかな。僕だけなのかもしれないね。こういう会社にいた時もあるんですけど、私もね。でも僕が今回作るのは、基本的にソロプレーナーという事業体をメインにしています。で、ソロプレーナーっていつもこのチャンネルでよく使う言葉なんですけど、ソロとプレーナー、アントレプレヌールっていうね、個人の起業家という意味で、もともとはそのテック界とかエンジニア界の文脈で使われていた言葉です。つまり一人で会社を作って運営していくと。で、それが今 AI 時代になって、社員とか従業員を雇わなくても AI を従業員とすることによってその一人で大企業並みのですねインパクトを作れるという風なそういう時代になってきました。だからそういう時代的な背景ですねの実験みたいなところもあります。一人でどこまでやれるのかみたいなところをちょっと自分自身で実践しながらその様子とかを皆さんに共有できたらなと思っています。本当にだから面白い時代ですよね。だから僕もその資金調達とか融資とかは一切受けずにで固定費もできるだけミニマルに下げて
ここでもだから結局そのミニマリズムの実践をやるって感じなんですよ。自分で会社を作りながらミニマルな会社の運営をしていくっていう、なんかそういうアプローチをすることがね、もう今すでに結構楽しみになっています。はい、3つ目は、自ら価値を創出してそれを所有するっていうことです。はい、これずっと話してるんですけど、もう僕はその縛られるのが基本的に嫌いで、何かその誰かの下で働くとかがずっと無理だったんですよね。だからそのフォトグラファーっていう、カメラマンみたいな個人でできるような仕事をずっとしてきたわけですけど、その延長線上に、あります。で、いろいろね、僕もその団体に所属しようかとか、いろいろ考えたことがあって、例えばその写真だったら、日本広告写真家協会だったりとかね、あとそのライティング、文章を書く人たちのライティング協会みたいなものがあったりします。で、そういうところに所属するとですね、その協会の保険証が使えたりとか、いろいろ、いわゆるそのセーフティーネット的なところが充実してたりするんで、だから多くの、フリーの写真家とか広告写真家がそこに入るのは、なんかその名前を売るためだけではなくて、なんかそういうインフラを使うっていうね、意味合いもあるんですよ。だから僕もね、それでその写真家協会とかにちょっと入ろうかなって思ってた時もあるんですけど、で、それよくよく考えたら、ミニマリストっぽくないなって思ったんですよね。やっぱりその結局その団体とか所属みたいなところに縛られることになると、結局その既得権益に乗っかるじゃないですけど、自分がね、やりたいことがそこでね、制限されるってことが起こると思ったんですよね。だから、こういうふうに、YouTube とかでも基本的にソロで一人でやってるわけで、だから、それだったら自分自身で会社を作って所有して、で、それを自分のセーフティーネットとするというふうな、そういうふうな考え方が一番ね、ミニマルでソロプレーナーっぽいなと思ったので、圧倒的にその方がエクストリームだってことですよね。だからなんかどっかに所属するんじゃなくて、もう自分で会社を作っちゃえっていう。そういうエクストリームな思考があったりもします。で、4つ目は、社会との接点です。はい。で、僕前から、よく冗談でね、そのミニマリストが散歩をするのは、やっぱり物がなくて何もやることがないから、やることがなくなると人間ってのはおかしくなるから、だからそのおかしくなることを防ぐために、少しでもこの世界に自分自身をつなぎ止めておくために散歩をすると。だからもう全て手放してしまった後はもう散歩するしかないんだってね。そういう話をいろんなところでね、昔からしてたんですけど、で、それに近いものもやっぱりあって、物を減らして自分だけの時間、自由な時間が手に入ってしまうと、本当に社会との接点がどんどんなくなってくるんですよ。だから会社を作ることによって、社会との接点をそれで少しでも保っていられるっていうね。で、すでにやっぱり会社を作ると、いろんなその営業の話を受けたりもするし、案件とか仕事で他の企業とか、メンバーと関わる機会が個人よりも圧倒的に増えますし、そして何よりその役所の手続きとかね、なんかそういうところがね、本当にね、増えるんですよね。で、僕もそれめんどくさいなってずっと昔から思ってたんですけど、で、今回その行政書士さんとか代行とかに依頼せずに全部自分で登記からやったので、それも含めて、やっぱり何がね、会社を作るときに必要なのかっていうのを身をもって経験してるんですよね。だからそういうところもすごく勉強になって面白いなと思います。だから税務署と、法務局と、都税事務所と、で、年金事務所と、なんかそういうふうにもうたくさんね、行かなきゃいけないんですよね。で、関わるところが。あとは交渉役場か。なんかそんな感じでもうね、最低でも5箇所ぐらいは、その役所的なところを回らなきゃいけなかったりとか、しかもそれ1回で済むわけではないので、常にそういうところと関わっていかなきゃいけないっていうね、ところがあります。だからもう、何にせよその社会との接点が生まれてしまうっていう。で、それによってやっぱりその独りよがりにならないっていうのかな。やっぱり結局社会はみんなの集合体でできているっていうことを感じたりとか、で、そこで自分がどういうふうに価値を作っていけるのかってことを考えたりとか、どういうふうに貢献できるのかっていうのを、よりね、個人でやってる時よりも深く考えられるようになったかなと思いますね。で、最後の理由の5つ目は、会社というもののイメージを変えるっていうことです。なんかそういう、役割を担いたいってほどのなんかその大きな野望ではないんですけど、なんか僕自身へのなんかけじめみたいなところが一つあります。自分自身への。で、それはやっぱり僕はもう入ってね、その新卒で入った広告代理店をもう3ヶ月で辞めたんですよ。なんかそっからもうずっと組織嫌いで、スーツとか絶対着るかって思ってたし、でもなんか逆に今スーツを着たくなっていたりとか、なんかそういう感じもあるんですけど、だからそのなんか体制的なものっていうか、会社っていうもののイメージがね、ずっと悪かったんですよね。会社というものに生かされてきながら、だから僕もこれまで会社員だった時代もあるので、会社というものに生かされながらも、その会社っていうものが本当に嫌だっていうか、そういう暮らしをずっとしてきたので、
だったら自分で作ってみて、そのイメージを自分で変えていこうと。だからなんかその古い自分をそれによって乗り越えるみたいな、ちょっと儀式的なところももしかしたら今回の会社の法人の設立にはあるのかもしれないと思ってます。だからそういう意味でなんか本当にこう面白い会社にしたいんですよね。で、従業員は最初雇うつもりないんですけど、まあ、ゆくゆくは大きくなれば、もしかしたら雇う必要も出てくるかもしれないし、なんかそういう時にはいろんなコラボレーションが発生するかもしれないし、まず、満員電車に乗るの禁止とかね、まあもうね、電車には乗っちゃいけませんみたいな、通勤はしませんみたいなルールを作ったりとか、もう全部自分で作れちゃうんで、で、その仕事をする場所にはもう絶対手ぶらで来てくださいとかね、荷物持たずに出社ですとか、なんかそういうのもあるし、むしろその出社っていう概念もなくしているし、で、ネスカフェはフリードリンクですみたいな、なんかそういうこうなんかミニマリズムな、なんか時丸田中の会社っていうのが、なんかどういう風になってくんだろうっていうのは自分でも結構楽しみですし、で、まあ実際の事業内容に関しては、まあ幅広くね、展開しようとは思ってるんですけど、基本的には執筆とか出版とかだったり、今まで今まで自分がやってきたことの、まあ延長線上みたいなところですね、執筆だったりとか出版系のことをやったり、あとは撮影ですね、映像とかスチールとか、そういうところを、まあ、ブランディングから入っていったりとかね。で、あとはその、企業さんとかクライアントとか、まあ、ブランドのブランディングだったり、マーケティングみたいなところに関わることができたりとか。で、あとはまあ、自分自身がクリエイターとしていろんなね、作品作ってますので、それに対するその権利を管理するっていうのも一つ会社の業務としてあります。なんかそんな感じで、なんかまあ、それ以外にね、それから展開されることがすごくね、いろいろあって、で、それはまあ自分が会社を運営していく中で、これからね、出てくるかなと。で、なんかこういうふうに YouTube でいろいろ話していく中でも、毎週ね、ラジオとかやってますけど、で、あとはコアメンバーシップで、自分のメンバーシップ、会員制のメンバーシップもやってますけど、なんかそういう中の対話でもですね、結構面白いことがポポって生まれてきたりとか、あとはその中で出てくるプロジェクトみたいなものも、会社があることによって、ある程度の規模感とかスピード感で進められるっていう感じがあるので、だからそういうところも理由としてあります。はい。そんな感じで今日は会社を設立しましたというご報告でした。はい。で、まあ多分フリーランスやってる方とかね、個人事業主の方で、まあ、会社作ろうかなって思ってる方ももしかしたらいるかもしれないんで、で、まあ多分明日ぐらいにですね、まあ毎週週1回書いているニュースレターで、今回の会社の設立のね、もうちょっと深掘りのところを書いたものを配信しますので、ぜひ概要欄からニュースレター登録してみてください。そちらは無料です。で、まあ始まったばかりでバタバタはしてるんですけど、まあ基本的にまあ自分がやることは変わんないんですよね。まあその中でまあちょっとその会社的な業務も入ってはくるんですけど、基本的には執筆して、で、なんかヨガとかランニングやって瞑想して、で、たまに山入って、で、こういうふうに YouTube で喋って、みたいな感じなんで、なんか基本的にやることは変わんないと。まあそんな感じで、まあ自分の中では新たなフェーズに入ってる感じはあるんですけど、引き続きよろしくお願いいたします。で、今週末ね、もしかしたら、ライブやるかもしれないです。日曜日かな。多分、やれて日曜日だと思うんで、まあそちらもよろしければご参加ください。いつも最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ。